れるかな。日本の皆さんこんばんは。ハバナは今朝の8時ぐらいですね。8時前ぐらいですね。食休みの一歩組ね、ライブ配信で付き合っていただきたいと思います。おはようございます。ゴーさん。シガチャンネルのライブ配信ですけど、別に葉巻のこととかでなくてもね、何でも大丈夫です。葉巻に関して質問とか特にもうないと思いますしね。YouTube とかシガナビとか Twitter とかでもね、普通に発信してるんで、見ればもうなんか特に、葉巻に関しての質問、疑問、問題点とかはないんじゃないのかなと思う。まあでも突飛なことをね聞かれると逆にこういう疑問があったんだっていうふうに逆にこっち側が勉強になるので、それはすごいいいなとは思うんですけど、ね、なんだったっけな、ハバノスのドレスボックス、蓋釘で打ち付けられて蓋閉められてるんですけども、なんであれ釘で止められてるんですかっていうふうに聞かれたことがあって、考えたこともなかったんだけども、すごいいい質問だなっていうふうに思いましたね。ちなみに調べてみたし、あとキューバでハバノスの人も聞いていましたけれども、わからんっていうふうに言われました。キューバ人のやることなんでね、全部に全部理由があるっていうふうなわけではないと思うので、知らなかっただけなのか本当に何の意味もないのかよくわかんないので、継続調査ということで、何なんですかね、ドレスボックスの蓋を閉めさせる釘、釘がないとほら葉巻ちょっとドレスボックスからはみ出てるじゃないですか、上が完全に閉まんないから、あれでも固定するために釘で打ち付けてるっていうふうに俺は思ってるんですけどね。シールとかじゃなくて、シールは昔なかったし、葉巻をするときに椅子とかこだわってますか？椅子はそうですね、こだわりとまではいかないですけれども、気にします。ではライブ配信とかで見られた時あると思うんですけども、俺は自宅は葉巻部屋にしてるので、数部屋の椅子は長時間座るんで、とにかく座り心地がいいの、へたれないやつをちゃんと選んで買って使ってます。葉巻1本するのに1時間はかかるわけじゃないですか。1時間もね、硬い椅子、ね、直角のね背もたれとかに座ってね、リラックスできないじゃないですか。リラックスするためにシガするわけなので、だからね、環境はねすごく重要だと思うし、それで立って葉巻を吸うやつあんまね、1時間立ったままで吸うやついないと思いますので、座る椅子、ソファーとか重要だと思います。吸うときはシガーバーとかバーとかね、あとは飲食店とか行かれる人とか喫茶店とかもあると思うんですけど、多いと思うんですけれども、特にバーとかで多いのとかはハイスツールのバー、要は足が高くて座面の腰掛けがね短い、泊まり木みたいなちょっと腰掛けるぐらいの感じの背の高い椅子とか多いじゃないですか。あれ居心地悪いんですよね。ハイスツールのバーって東京に多いんですけれども、何なんですかね、回転率を下げるためなのか、ね、酔っ払ったら椅子から転げ落ちそうだし、バランスも良くないから何なんだろうなってよく分かんないんですけども、俺の印象だと大阪とか京都とか近畿の方はバーの椅子もハイスツールじゃなくてソファー型で背が低くて両足は
床について座れるような、そういう風な椅子を使ったカウンターが多いような気がするんですよね。東と西の違いじゃないですけれども、なんとなくそれは感じるので、ね、バーマンの方とかバー勤務の方とかなんか詳しい人がいたらぜひそれは教えてもらいたいなと思うんですけど、結論として葉巻するときは椅子はこだわってます。そして、こだわりを持った方がいいです。それが居心地、要は葉巻をするときに味わいに絶対ダイレクトに来るものなので、どんなに美味しいものとかね食べてもね、その店の店構えとか雰囲気とか居心地とかね、良くなかったら美味しくないですし、そういうところって絶対そこも気をつけてるわけですからね。だからハバノスを出すようなお店はぜひね、お店の雰囲気とか内装とか、あと、グラスとか灰皿とかそういうふうなあつらいとかにも気を配るといいんじゃないかなと思います。気持ちでね、味なんて全然違いますからね。もうね、あんまり高額なものとかね、椅子もね、するとね、ちょっと萎縮して座ってどっかり座って葉巻吸おうっていう風な気にもならないかもしれないですけど、例えば1脚100万円の、ね、ベアチェアとか、ね、置いてあるお店でありますけれども、シガーバーでそこまでドカーって座って吸ってね、ちょっと焦がしたらどうしようとかいうふうに考えちゃいますよね。それ気安く座れて座り心地のいい椅子とかソファーとかが一番いいですよね。だから高ければいいっていうふうなものでもないですから、椅子とかソファーとか葉巻も当然そうですけど、でも葉巻するときにやっちゃいけないことは灰は落としても自分のズボンとか服とかにはかけてもいいですけれども、ソファーの座面とかカウンターに落としてはダメです。カウンターなんてバーの顔なわけですから、それを焦がすなんてとんでもないけしからんということになりますから、1枚というのはすごい高いやつを使ってるお店とかだってざらにありますし、灰を落とすぐらいだったら灰を伸ばさなきゃいいんですよね。できるだけ灰を伸ばすのがいいみたいな謎の迷信とかを完全に信じ込んでる人とかいるんですけれども、動画チャンネルで解説した通り完全に迷信ですし、それをやってる人は私は葉巻に詳しくないし葉巻の味も分かりませんと自分で言ってるのと全く同じなので、やらない方がいいです。お店にも迷惑かかるし、周りからも冷ややかな目で見られてます。そういう人は多分気づいてないかもしれないですけど、時々ねインスタグラムとかでもう外人の葉巻吸ってる人とかが写真でめっちゃ長く灰を残したこういう風に偉そうげに葉巻持ってる人とかいますけれども、あれギャグですから。吸ってみれば分かりますけれども、灰を長く残した葉巻を吸うと灰の味しかしません。当たり前です。だからそれを知らずにやってる人は、葉巻の味はそんなもんなんだろう、まずいけれども吸う、要は味が分からんっていう風なことになっちゃうんですよね。気をつけましょう。私は家でリクライニングのキャンピングチェアを使用してます。五十嵐さんみたいな葉巻では欲しいです。リクライニングのキャンピングチェアってアマゾンとかでよく売ってるグラビティチェアですから、四角くて無段階で背もたれがガーってできるやつ。俺もキャンプ用に1脚持ってますけども、あれ最初知らずにやってパターンと頭打つようになりましたけど、あれ座り心地いいですよね。長時間座ってるとほら背中とか尻が蒸れてくるじゃないですか。だからメッシュのやつとかはすごくいいと思うんですよ、あれは。外でも吸えるし、ベランダとかにもね出して吸えますからね、すごくいいと思います。オープンエアで葉巻するのは気持ちいいですからね。ここもそうですけれども、
葉巻部屋が欲しいんですよね。葉巻部屋あると全然違いますよね。葉巻座れる人はまあ外お店屋さんとかに行って吸う人と、まあ、自宅で吸う人、吸う場所としてはどっちかだと思うんですよ。でまあマンションとか賃貸とかだったら建物自体がもう喫煙禁止だったらもうそれはどうしようもないですけれども、もう部屋自体をもう出るときに敷金が返ってこないもんだっていうふうに思っても思い切って喫煙部屋にするっていうのも一つの手だと思うんですよね。どうせ何のかんの言ってね敷金返ってこないですからね、不動産屋さんとかに。そんなんだったら部屋が何部屋かあるのは前提ですけど、一部屋もう犠牲にする、ここではもう喫煙するっていうふうに覚悟を決めてそこを使うっていうふうな手だと思うんですよ。なんでかっていうとシガーバーとかカフェとか行ったらチャージなり何なり飲食費なり、まあ、使うことになるじゃないですか。それはそれでいいと思うんですけれども、例えばそれを何年も積み重ねてじゃあ返ってこない敷金と差し引きしたらどっちがペイできるかっていうのもそれはそれでありだと思います。深夜早朝時間をかからず自分の吸いたい時に吸えるっていう風な場所はもうそれだけでも金銭とかでも考えても相当価値は高いと思いますし、ね、その場でお酒飲みながら葉巻吸って映画でも見て寝落ちしてても誰からも文句言われないですから、まあ、選択肢の一つとしてそういうのがあってもいいんじゃないのかなと思います。あとは葉巻が管理しやすいということですね。ご存知の通り俺の部屋は背面いっぱいにウェットキャビが詰め詰めで置いてあるんですけれども、エアコンも1年間24時間ずっとかけっぱなしで、温度はずっと一定に設定してあるんですね。まあ、季節によって上限したりしますけど、ウェットキャビは設定した湿度に自動的にね空気から湿度を取り込んでそれに近づけるように機械的にやってくれるので、要は葉巻の管理自体が自分で面倒見なくても手放しでそれでできちゃうのも俺が葉巻部屋を作ってるメリットの一つなんですよね。木製のキュウリ料理とかね、そういう風なものを使ってもいいとは思いますけれども、湿度と温度はどうしてもね外部環境に左右されてしまうので、じゃあ環境自体はもうそれにしてしまえばいいっていうことなんですよね。あとはこれもYouTube の動画で確か言ったかもしれないですけど、できるだけ大空間に葉巻を隙間なく詰め込むことによって、その中の空気を売り出す。要はヒュミドールみたいに葉巻を管理する箱物がちっちゃければちっちゃいほど温度湿度の変化が激しいんですよ。大きければ緩やかになるじゃないですか。だから俺は大型の、小型冷蔵庫みたいなウェットキャビを使ってるんですよね。で実際のところやっぱりただのヒュミドールを部屋にポンと置いただけなのかあれとでは管理の環境は全然段違いです。それは時間が経てば経つほどダイレクトに分かってきて、葉巻を熟成させたいよっていう風なのだったら一つ考えてみるのもいいかと思いますね。実際多すぎるとね、ヒュミドール管理なんて絶対できないんですよ。ヒュミドールは値段安かろう悪かろう高かろう良かろうなので気密性と素材で、ヒュミドールの、ね、性能が決まってしまうので、高ければ高いほどいいんですよ。嫌な話なんですけど、だからヒュミドールのトップ2っていうのが、エリブルーとダビドになるんですよね。そうすると50本入れられるやつとかだったら3、40万になってしまうんですよ。いやー、葉巻50本管理するのに3、40万円か。その金で葉巻買って吸った方がいいじゃないですか。
だったら20万円ちょい出してウェットキャビだったらね、コロナセックスツアーのドレスボックスが40箱以上入るわけですから、そっちの方がいいんじゃないかなと俺は思うんですけれどもね。ちなみにウェットキャビはシガーナビのどこかの、ページから、オーダーができるので、ぜひ見てみてください。ウェットキャビの代理店なので宣伝ですね、完全に。まあ、ほとんど自分のために買うためにやったんですけれど、お、晴れてきた。さっきまでね、ハバナね、小雨がパラついてずっと曇ってたんですけど、風も強いし、風が昨日から強くて、朝起きたら目が真っ赤に充血してましたよ。おはようございます。砂ぼこりがすごいんですよね、キューバ。まあ掃除してないから路上のほこりとか風が吹くともう白く霞むぐらいなんですけど、東京は現在雷雨ですか。今多分夜の9時とかですよね。あれですかね、季節の変わり目の雨とかですかね。寒いんですかね。まあ、こちらは今日もね、最高気温30度ぐらいになる予定なんでね、ハバナなんでね。キューバのいいところそれぐらいですね。大体いつも暑い、あったかい、寒いっていうのはない。だから日本帰ったら寒いんだろうなって多少覚悟してるんですけど、覚悟といえばそうちょっと前にニュースになったフランスで南京飯トコジラミってやつですね、正式名称がめっちゃ異常発生してる。映画館でも空港でも TGV フランスの高速列車ですね、でもトコジラミが出て、でそれを噛まれてめちゃめちゃ痒くなる、気が狂うほど痒くなるらしいですね。で家に持ち込んでしまって、それでわっさーって繁殖してしまうみたいな、そういうニュースを見てちょっとねすげえ嫌だなと思ってたんですけど、話でパリの民家の10件に1件はトコジラミが発生してるから、そんなに日本持ち帰ったら最悪じゃんって思ったんですけど、トコジラミなんてだってインドとかに限界旅行とかした人とかが安宿のホテルとかでめちゃめちゃ噛まれて一晩中寝れなかったとか、そういう風な話聞いたことありますけどね、フランスぐらいの国でもそんな起こるんだと思って、先進国にはいないんじゃないかと思ってたんですけども、いるんですよね。ショックですね。まあ、できるだけ注意してパリの空港でトランジットするときは過ごしたんで、こっちまで持ち込んでないと思うんですよ。今のところどこも噛まれてないし、かゆいとかないんで大丈夫だと思うんで、次はまたパリ来るし日本帰るときも同じぐらい気をつけようと思うんですよね。荷物を床に下ろすときは大きいゴミ袋とかに入れて直接床に触れないように置いたり、あとトコジラミは小脳ですか、タンスに入れる防虫剤みたいな匂いのきついやつあるじゃないですか。あれが死ぬわけじゃないですけど、あれが嫌いで近寄らないらしいんで、トランクの中、荷物の中にあれをねめっちゃ入れたんですよ、入り込まないように。そしたらねハバナついてトランク開けたらおばあちゃん家の匂いがするんですよね。小脳だから。ああ懐かしい匂いだ。これは虫が嫌いそうだ。なんですかね、フランスは移民とかがめっちゃ増えたのか、それともコロナが、収束して移動とかが増えて、シャルル・ド・ゴール空港はヨーロッパの中でもハブ空港の、でかいやつの中の一つですから、それかもしれないですけども、パリオリンピックの時まで、解決しなかったら大変だろうなと思います。コロナの次はトコジラミかよ、散々だよなと思ったんですけど、やだな、噛まれたくないな。
コロナに比べたらどってことないでしょうっていうふうに言われたんですけれども、俺コロナかかってないんですよね。前キューバで1週間監禁されたの結局日本に帰って調べたら偽陽性だったんでかかってないってことになったんですけど、いやコロナはね見えないで症状は出るけれども、虫がこう這いずり回ってるのとか見るのはそれだけでうわーってなるじゃないですか。で虫とかって不快害虫も含めてですけれども、もう駆除していなくなったとしてもこういるように見えたり思っちゃったりするんですよね。フラッシュバックじゃないですけど。で程度は違いこそすれば虫の種類にもよるんでしょうけども、それでねうつ入っちゃう人とかも中にはいるわけですから、できるだけ会いたくないですよ、トコジラに。南京虫、なんで南京虫って言うんですか。しかしね、あったかいからかハエが多い。画面で映ってないか、もしかしたちっちゃすぎて見えないかもしれないんですけれども、常にここら辺にねハエが5匹ぐらいいてね、コーヒーカップのうちに止まるんですよ。実際のとこはこれは体がかなり多分頑丈な方だと思うんで、風邪ももうここ十数年ひいた時もない、もうキューバに来ても腹下した時とかも一回もないんですけれども、一般の人は相当厳しいんじゃないのかなと思います、だんだん慣れて何回も来れば慣れると思いますけれども、一度俺の昔からの友達を、キューバ行きたいってところで一緒に来てもらった時あったんですけれども、着いた後ね一日ダウンしてずっとホテルで寝込んでました。空気が悪いのか食べ物が悪いのか、飛行機ではないと思うんですけど、飛行機とかで退職したとかではないんですと思うんですけど、空気が悪すぎるというふうに確か言ってたような覚えがあるんですけど、非常にね空気は悪いですね。テレビとかでねキューバハバナとか映されるときは綺麗なとこしか映させないようにしてる。最近はねそうじゃないところもちゃんとカメラが入るようになってきたようなテレビ番組とかねあったりするんで、見るとおおと思ったりするんですけど、この間NHK の BS かなで突撃ストリートシェフっていう短い15分ぐらいの番組あるんですけど、いろんな国に行ってキッチンカーとかねレストランとかやってる人たちがねリポートするっていう声がね伊沢香織さんなんでメイドインアビスのナナチの声ですね。脳みそ溶けそうな声のナレーションなんで聞いてると癖になるんですけど、それでハバナ編やっててレストラン 3,4 軒ぐらいかな回ってたんですよね。で1軒知ってるお店がそれ映ってたんで映ってる。でもその店の前めちゃめちゃ汚いんですよ、ゴミだらけ。そういうところもちゃんと映していいようになったんで、ちょっとずつ変わっていってるのかなっていうふうに思いましたけど、要はキューバはね60年代にケネディ大統領から経済封鎖を食らってしまった以降、アメリカとの国交、物のやり取りっていうのは基本的に NG にしてるので、物が全く入ってこないんですよね。キューバから物を入れるっていうことはアメリカを経由できないので、アメリカ製品は基本入ってこないっていう体になってるんです。って言ってもこのお店でもコカ・コーラとか普通に売ってますけど、そういうのはメキシコから入ってくるわけなんですね、要は。でも車みたいに大きいものとかは入れるのは結構難しいで、金がないから買えないので、もうこの60年代頃にキューバで走っていた車をなんとかかんとかでまだ使ってるっていうことでアメ車とかがキューバでは走ってるわけなんで、観光目的とかじゃなくてそれしかないから仕方がなくそれをなんとかかんとか走らせてるので、
アメ車がキューバにあるんですね。でアメ車が結構ピックアップされますけど、アメ車以外にも60年代とかの車とかが走ってたりするわけです。ソビエト連邦の時代のソ連の車とか、まあそのくらいの車って排ガス規制も何もないんでバンバン黒煙上げながら走ってるんですね。そうするとめちゃめちゃ排気ガス臭いんですね、外の空気が。多分ギリ俺らの年代とかだと排気ガスが臭い、高化学スモークとかが発生してたみたいな感じの年齢だと思うんで、だから排気ガスまみれの空気を嗅ぐと、ああなんか子供の頃こういう臭いの嗅いだかもしれんっていう風にちょっとノスタルジーになりますね。まあちょっとしかならなくてすぐにもう臭いな、たまんねえなっていう風になっちゃったりするんですけど、あとはゴミのね収集が追いつかないから、そこら中路地にね生ゴミの山が積まれてて、灰がめちゃめちゃたかってたり、基本的に汚いですね。ハバナの道歩いてると朝とかね、雨降った後じゃないのに路上が一面濡れてたりするんですよ。何なのかなっていうふうに思ってたら、しばらくしたら謎は解決したんですけれども、キューバ人って家の掃除するときにまず床にバケツで水バーってばらまくんですよ。でその後ゴムのヘリのついたやつで水を全部部屋の外にかき出して路上に全部捨てるんです。ゴミと一緒に。それで濡れてるんです。で1階はそうなんですけど、2階部分は壁にこうパイプみたいなのがニュッと突き出してて、それからね全部水を上からボタボタボタってね落とすんですよ。雨どいじゃないんですけれども。だからね、ハバナの街を早朝歩いてると油断するとそのゴミ水が上からダバーッと落ちてきたりするので気をつけましょうね、こういう時は。俺はかぶった時ないですけど。キューバ人はね、掃除の仕方も違うのかというふうにその時思ったんですけども、国が違えばね常識も違うからね。特に社会主義の国なんて資本主義の常識は一切通用しないのでね。キューバについて文句言いたいことは、ね、たくさんあるし、いつも言ってますけれども、本気で言っても意味ないんですよ。だってうちらと全く考え方が違うわけですから、これがおかしい、あれがダメとか、ここだからダメになってるんだみたいな感じのことを言ってもね意味がない。そういうふうに双方絶対分かれ合えないので、そのイデオロギーの、ね、衝突でねキューバ危機とか冷戦とかが起きたわけですから、言うだけ世話ないですね。しゃあないです。前はいちいちカリカリしてましたけれども、もうねキューバに来てもね口では言うけれども心の中では全くどうでもいいっていうふうに思わない、全然そういうふうに気にしなくなりました。ハバノスについてもそうですね。作り方とかね栽培とかね、こういうふうに合理化したらいいのにとか効率化したらいいのにっていうのは考えるかもしれないですけれども、それはしないわけで、しない理由もちゃんとあっちにあるので言ってもしゃあないんですよ。計画的に作らないだの、リミターだがもう2年3年遅れだの、発表したのに葉巻が全然売り出されないだの、それはねうちらの都合で、あっち側にとってはねどうでもいい話なので関係ないでしょ。スモーカーはハバノスが提供してくださる葉巻を粛々と受け取って吸うしかない。こんばんはです。でもガチャガチャ文句言うんだったらじゃあ吸わなきゃいいんじゃないのっていうふうに究極そこに落ち着いてしまいますので、
晴れてきた。雨が降った後にね、朝ね、日が出るとね、すごい湿気がね、うわーって立つんでね、暑くなるな。でも日本の夏に比べたらね、湿気は幅があんまりない。島国だからか、大体常に微妙に微風が吹いてるんで、湿気がむわーってこもるっていうのは、ね、ないんですよね。盆地とかがないっていうのもあるかもしれないですけど。そう今回は来てからモヒート見てない。ここのメリアハバナの1階のメインバーエルボスケっていうところなんですけど、もう看板猫のモヒート死んだのかな。そんな年じゃないな、丸々太ってんだから。日本は9時半か。みんな美味しいもの食べたんだろうな。いいな、ラーメン食べたいな。食べ物はね、夢に出てくるからな、ハバナにいると。育ち盛りの食いしん坊じゃないっつう。なんか多分俺だけだと思いますけれども、ハバナにいる間眠りが浅いんで、起きてんだか夢見てんだかちょっとよく分かんない時があるんですよね。だから、まさにラーメン食べようとした時にパッと気がついたら夢だったっていうのがガチであるので、うわ怖い、無病じゃないのか、こんなにラーメン食べたかったのかと思うんですけど、そのレベルの飯のまずさなので。今ツイッターのフォロワーの方がね、タイランドにね行ってらっしゃいますけれどもね、ツイート見るとね、楽しそうだし美味しそうなご飯も食べてるしね、悔しいのってなるんですね。俺もタイに行きてー。同じ南国なのにどうしてこんなにねこの国は差がついてしまったのか。もうコロナのねパンデミックもね、収束はしてない、かかってる人もね新規感染者も出てるんでしょうけど、そういう風な情報とかが出てこなくなってもう収束したっていう風な感じになってるから、世界中で人の往来もね元に戻りつつある、ほぼ元に戻ったんじゃないでしょうか。だからタイみたいに観光で食ってる国とかは、これからどんどん元に戻るっていうような感じだと思うんですけど、キューバもね、ハバナですけど、コロナの頃に比べたら、全然人戻りましたから。コロナの真っ最中の時にした時にハバナとか戒厳令でね、午後9時とかね一歩も外に出るなみたいな感じの時とかありました。ホテルの窓から外見たらアーミーの車しか走ってないみたいな。怖っ、戦争中かよ。社会主義国家はね、警察がもうほぼイコール軍隊の下についてるみたいな一組織になってますから、キューバもね結局軍が一番力を持っている国なわけですからね。あったかいですけれども、要は北朝鮮と同じ政治体系の国なので。だから昔のね、戦時主義だった日本みたいな感じで内務省みたいなね、仰々しい国の機関とかがあったりしますし、共産主義の人にとってはね、キューバはねすごく興味深い国なんじゃないのかなっていうふうに
思います。一番色濃くね、共産主義の色を残している国、唯一の国だと思います。他にね、中国、ベトナム、ロシアとかはね、共産主義、社会主義を標榜してますけれども、もう部分的に開放してますから、厳密な意味でね、マルクス主義をね、貫いてるのはキューバだけだと思う。カール・マルクスもね、こんな南の島がね、共産主義を堅持してるって知ったらね、びっくりした墓から出てくるかもしれないですけど、葉巻のね、ことだけね、知っててもね、限界があるので、そうじゃなくて、キューバっていう国、政治、国体を理解すると、そこで作られてるものなので、そうすると、葉巻に関しての理解がね、もっと広がるし、視野が広がるから面白いんです。社会主義と共産主義のね、違いを説明できない人もね、結構いる中で、それでね、キューバっていう国の方がなかなかね、厳しいんじゃないかっていうふうに思いますが、カール・マルクスはソビエトの人だと思ってる人もいるらしいですから、びっくりしましたから、ドイツ人ですよね、きっと。今回シャワーね、大丈夫でした。こっちに来てから2晩しか経ってないから2回しかまだ行ってないんですけど、2回連続シャワーチャレンジ成功しました。ちゃんとね、ひねったらすぐにね、あったかいお湯が出てきましたから、すげえめちゃめちゃボイラー仕事してるじゃんっていうふうに思ったんですけど、よく考えたら当たり前のことなんですけど、多分ね、24時間ボイラー開けてないので燃料使うじゃないですか。ピークタイムにボイラー回してんじゃないかなっていうふうに俺は睨んでるんですよ。だからね、僕はメディアハバナなんで5つ星ホテルなので、蛇口をひねれば水は必ず出るんですよ。でも、お湯が出ない時がある。で、ちょいちょい停電もする。瞬断は結構したりしますお湯が出ない時あるんですよ。5つ星ホテル以下の星になったりすると、滞在中1回もお湯出ないとか、むしろ水も出ねえみたいなことがあったりする。それはね、本当ね、そういうとこはね、未開の国だなと思うんですよ。だってうちら、蛇口ひねれば水が出るし、温度調整のね、ダイヤルみたいなの回せば、お湯出るって思い込んでるじゃないですか。それはね、素晴らしいテクノロジーなんですね。日本に帰った時は常に感謝してます。すぐ忘れちゃうんですけど。調味料持ち込んでますが、よく使う調味料は何でしょうか。キューバ料理に足りない味は何でしょうか。キューバ料理に足りないものは味です。料理するときに塩とか胡椒とか味をつけないんですよ。マジです。というか国によってはもう料理もテーブルの上に置いてある調味料とかで食べるときに調整してねっていうふうなのもあると思うんですけど、キューバはそれがもっとオーバーすぎます。ハンバーガー頼んだら味がしたいっていうのがあったりします。で、ちゃんとしたレストランだったらキューバの場合テーブルの上に塩、あと砂糖で取られたところはオリーブオイルとバルサミコ酢があったりするんですけれども、それで全部サラダとか頼んだりしたらオリーブオイルとバルサミコ酢かけてくるから全部酸っぱいドレッシングなんてね、どこにも置いてないです。頼めばね、ハンバーガーとか置いてるところはマスタードとケチャップ出してきてくれますけれども、毎日ですね、味がないです。日本の場合出てきた料理に口もつけないまま塩とかソースとかもかけたりすればね、もう失礼の極みなんでやらないんですけれども、それはもう
味がね、食える味がもう最初からついてるっていう前提に立ってる話なんで、キューバでは料理には味ついてないです。味付けてないです。味が足んないですとこう塩を振ったりすると塩がね固まって出てこなかったりするんでね、泣きながらそれ食うんですけど、味がしないから虚無の味なんですよ。虚無バーガーですよ。だからツイッター見てる人はご存知だと思うんですけど、必ず食うときはちっちゃい醤油とブルドックソースとマヨネーズ持ってきてるんですけれども、使い切りますね買うとき。で一番使うのは醤油です。個人的に使う。まあ醤油とマヨネーズかければ大抵のものは食えるじゃん。逆にそうしないと食えない。ありますよ、ハバナにもちゃんとしたレストラン、味のついてる料理を出すお店はありますけれども、そこはパラダールって言われるいわゆるファインダイニングなんですね。だから日本で言ったら何万円か出して高い料理を食わせてくれるんですよ。そんな毎日行くわけないじゃないですか。だからキューバにね行った日本人の方とかで「五十嵐さんキューバ料理いつもまずいまずいって言いますけど美味しかったですよ」。それは美味しいお店にずっと行ってたからそうなんでしょ。じゃあ朝のホテルのビュッフェどうでしたって言ったら「まずいですね」っていうふうに言うんで、要はそれでみんなが一般庶民キューバの人たちが食べてるのはもっと下になる。修行なんですよ。でも生まれた時からそれを食べてるのでキューバの人たちは何も感じないです。お土産とかで俺が食べ物とかに食べたりすると「かつてあれものすごく美味しい、おめえどうやろ?」っていうふうに言ったりする。次の日って何が美味しいかって聞いてみたらパスタのソースがあんなの生まれて初めて食べた。それ俺ドンキホーテで買ってきた1袋100円とかのカルボナーラのやつなんですよ。それをプレゼントであげた缶の乾燥スパゲッティに入れてかけて食ったら生まれて初めてあんな美味しいもの食べて、そのレベルかよかったね。胡椒たくさんかけると美味しいよっていうふうに言うんですけど、本当ね日本は恵まれてますよ。恵まれすぎてて、まあ言い方は悪いですけどボケてるっていうところがあるんでいちいちそんなことに感謝しないですからね。それが日常ですから。俺もキューバから日本に戻った一瞬はもうありとあらゆるものに感謝して、もう仏の心になってるんですけども、全てに感謝。蛇口から出てくる水に感謝、あったかいお風呂に感謝、路上がきれいなことに感謝、ゴミが収集されることに感謝、24時間空いてるコンビニに感謝して、そこで買ってくる唐揚げ弁当もうますぎて感謝みたいな感じです。まあ日々の生活に揉まれてすぐに元に戻っちゃうんですけれども。日本はね、恵まれてるんで、日本よりいい環境多分ないんで、海外に行く必要はないんですよね。海外のここがすごいよとか、海外に住んでるブラノモリの人が日本にギャーギャー行ったりしますけれども、日本より優れてるところがないんで、そもそもトータルで見たらこっちの勝ちでしょ、日本の勝ちでしょって思ってる。いや大学生が、海外に行って人生観が変わりましたみたいなことを言ったりするんですけど、いやー薄い人生だったんですね。口には出さないですけれども人生観は変わったのね、その人の人生変わんないですからね別にねそこがもう浅いで主に行くのはキューバですけれども、まあそれ以外のねトランジットで行ったり別の国にも行ったりしますけれども、日本よりいい国ないな。海外に出て気がつくのは海外の良さじゃなくて日本の良さしか逆に目につかないですよ。例えばキューバだったらアメリカから一切物が入ってこないから要はキューバから出て別の国に行かないとそういうものが手に入らないからキューバっていうのはひどいっていうふうに思うかもしれないですけど、日本にいて手に入らないものってないんですよ。日
日本にいればどこの国の料理だって食べられますし、基本その国ではその国料理しか食べられないので、逆にそっちの方が多いですからね。で西側諸国、東側諸国、中東、北半球、南半球、どこからも人の往来が入ってくるし、物も入ってくる。で日本のパスポートランキングは今まだ1位か2位でしょ。どこの国だってその国になればできる自由がありますし、政治的にも言論も自由があるし、通信も自由がありますし、これでね、やいのやいのギャーギャー日本に文句言うのはね、これが文句の原因は別のところにあるのかなっていうふうに思っちゃうんですけどね。キューバに行ってこう日本を見るとなんか話がでかくなっちゃいましたけど、うるせえな。キューバのホテルってお客さんがいる目の前とか混む時間帯とかでも平気で目の前掃除とかしたり講師とかガンガンやってたりして、めっちゃうるさいですから、都合全く考えない。お疲れ様です。サングラス姿がかっこいいですね。ありがとうございます。目がね充血してるんで、ね、いつもつけてやってますけど、今回は特に昨日ねめっちゃ風が強くて、キューバってすごい埃っぽいんで目が真っ赤に充血してるんですよあとね、外歩いててもね、屋内もそうなんですけど、日差しが眩しいです。本当に当然暑いっていうのもあるんですけど、今日も最高気温30度ぐらいになるんですけれども、要はなんだろうな、赤道の近くなので日差しが多分急角度で入ってくるから日差しが強いんじゃないかなと思う。影が濃いんですね、だから日本に比べて。その分なんか色も鮮やかになるし、目が疲れるし、そもそも直射日光強いから、ガラスとか車の照り返しが厳しいし、だからハバナにいるときは基本的にいつもサングラスつけてます。地球って丸いなーっていうふうに、思いますね。今ハバナ8月だから雨季の終わりか、1月だから雨季の終わりかな、差し掛かってるんですけれども、やっぱ太陽の位置が違うっていうふうに思います。大体朝ごはんなんとかの7時とかに起きたりするんですけど、7時まだ真っ暗。ハマキのチャンネルですけれども、ハマキ以外の話の方が面白いっていうのも、それはそれで俺はいいと思います。ハマキに興味がない人とかでもね、例えばキューバってなんだろう、ハバナってなんなんだろう、外国どんな感じなんだろうっていう風な感じで、見てもらってもいいと思いますし、それだった方がね面白いと思うんですよね。ハマキ一辺倒の話だけだったら面白くないと思うんですよ。ハマキだからハマキ特別っていう風な考えが俺にはあんまりないっていうか全くないので、ハマキが趣味なんですかっていう風に言われたりするんですけど、ハマキ趣味じゃないんですよね。趣味としてハマキは一切吸ってないんです。生活習慣として吸ってる、ライフスタイルの一つで吸ってるので、毎日コーヒー飲んでる人にコーヒー趣味なんですか、それとはちょっと違うな、そんな感じなんですよね。スペイン語は独学で覚えたの？普段住むわけじゃないので、高度なスペイン語とか別に必要ないんですよね。行くところとか決まってるから、全部定型文で済んでしまうので、それ以上覚える必要がないので、覚えようという意欲もあんまりないんですよ。だって不自由しないだけ喋れたら十分じゃないですか。逆にね、喋れてしまうと
うるさい世話話とかに捕まったりするだろうから、知らない方がいいんじゃないのかなっていうふうに俺は思ってます。何しろ必ず喋れるっていう程度で絶対相手から話しかけてくるので、分からんっていうふうにしてれば、そうじゃねみたいな感じでね、余計なものにね引きずり込まれることもないですし。キューバは中南米の中では治安はいい方ですけれども、かといっても日本ではない、普通に外国なのでざらに犯罪はあります。置き引きすりかっぱらいなんていうのはどこの国でもあるからキューバになって当然ありますし、この国では強盗とかね、武装強盗とか銃撃戦とかがないので、それを考えたら治安がいいとは言えるかもしれないですけれども、旅行に行って初対面のやつと気安く話して仲良くなってね、酒飲んだらね、炭が食いでねかっぱらわれたなんてどこの国でもね耳にする話ですから。キューバが治安がいいって言われるのは、まず1には銃がないことなんですよ。お隣のメキシコなんてね、毎日のように銃撃戦とか起きてるんだと思いますけれども、キューバ市は金がなさすぎて銃が買えないんです。それがいい方には作用してるっていう珍しいのなんですけど、あとは社会主義なので、そんなことしたら何されるかわからんのですよ、逮捕されたりしたら。テレビではね、メディアとかね、耳障りのいい綺麗な景色しか見えないんですけど、ここは社会主義の国なので、収容所もありますし、密告制度もありますし、秘密警察もありますし、特殊部隊もいます。政治犯とか反革命分子っていうこともあります。あったかい北朝鮮なので、ただね、ラテン気質なので通信の自由とかそういうふうな自由をものすごい締め付けて制限する、搾取するっていうふうなないはないですけれども、ただ反革命的っていうふうなのは当然罰せられる。さっきも言った通り資本主義の常識は通用しない国です。それを知らずに、ね、上辺だけでさらっと流してね、そういうところに触れないで滞在する、観光する、買い物するっていうようなこともできますけれども、それだけじゃつまんないので、俺はそういうところも一応掘って話をできたら面白いし、知るのが好きなので、そういうふうなのをだんだん知るようになったっていうところですね。だってね、アメリカから経済封鎖されてる国っていうのは他の国で言ったらね、激ヤバの国しかないじゃないですか。北朝鮮とかイラクとかシリアとか、国際的に見たらそのレベルなんですよ、キューバって実は。キューバに来て英語が喋れれば英語が喋れる人もキューバ人の中でいるし、ホテルのねスタッフとか喋れる人とかもいますけれども、空港の職員とかタクシーの運転手とか街中の人とかは英語一切喋れないです。1から10まで分かんない人もざらにいますので、だから少なくともキューバに来るなら、スペイン語で数字が分かるのと、あと生存に直結する言葉は覚えた方がいいと思います。例えばトイレどことか水くださいとか、そこら辺は必須なので、あと挨拶ですね。日本では別に挨拶なんておざなりにしてもね構わないでしょうけれども、ホテルとかで従業員とかすれ違ったりお店とかそういうふうな人にははっきり大きい声でね挨拶しないと舐められます。軽く見られます。堂々としてないとこいつ上から出て大丈夫なんだみたいな感じで思われる、そういう国民性なので、ラテン気質の人、ラテン系の国って多分全部そうだと思うんですけど、逆にそういう風にできれば
ちゃんと扱ってくれるっていう風なのもそれはいいところだと思うんですけどね。そんなことをねしてるうちにね、葉巻も1本吸い終わって食休みまで終わったんですね。ライブ配信はこの辺りにしたいと思いますけどね。また明日の朝ごはん食べたらメディアハバーの中のエルボスでお会いしましょう。それでは日本の皆さんおやすみなさい。